さて今回はですね、埼玉県長瀞町のフォレストサンズ長瀞っていうところにキャンプに来てるんですが、今回初めてこちらのでっかいトレーラーに泊まるというキャンプやっていきます。で今回ですね、いつものバターに加えてこの中椎というですね新キャラと3人で来ています。で今回はこの中椎がですねスパイスカレーがすごい得意ということで、中椎のスパイスカレーを食べるキャンプやっていきます。バター、はい、マグカップとか2個ないよね。中椎これちょっとシャカシャカってゆすいできて嘘みたいなセリフみたいな。ねえやめてよもう。こっちも負けてらんないですねえ。チーター、チーター、今柴犬通りました。うい、ほいじゃあ、乾杯。あ、うまい。あ、うまい。それ今日作るカレーってさ、どこからルーを使わへんけどスパイスから全部作るってこと？すごいな。めちゃくちゃ得意なんです。スパイスカレー何種類も入れるみたいな。家にあったやつ全部持ってきました。そのスパイスとそのなんかベースの粉みたいな小麦粉みたいなの使うの？あ、もう何も使わないです。もうスパイスと水って。スパイスと水だけ。そうなんや。あと中濃ソーそこ中濃ソースなんやな。ス。なんか中濃ソース入れるとなんかスパイスとか蜂蜜とかじゃ出せない甘みが出せるみたいな。へえ。うわ、酒うまい。上見ちゃいますよね、キャンプ。お酒飲む時ちゃんと自分でセーブするのもう飲んでもう寝てるみたいな感じ。セーブできますよ。ベロンベロンなってなんか一人でこんななってるなって。でそれが気持ちいい時もありましたね。早いな。俺その時期だって35ぐらいやったもん。いやもう俺酒デビューが30やったから。酒デビュー本そう。飲んだことはあったよ、はいはい、20代の時もあったけど、そんなほんまにビール一杯とかも半分ぐらいとかやったから。へえ。何をできっかけにデビューしたんですか？ 30。 友達、酒飲み友達が。でも一人で飲み始めると止めてくれる人がいないからそうだね。確かにそのさ、フラフラなってトイレフラフラなってなんかこんななってトイレ行くみたいなさ、あれなんだろうな、何が気持ちいいんだろうな、一人でさ。辛いことだらけなのになんなんやろな。そう一回ここに冬キャンプ来て一人で焚き火やりながらワイン飲んでたんですよ、寝ました寝て外で寝てやば。猫ちゃんが来てくれて猫ちゃんに助けられました。マジで本当に猫ここに来たんですよ。見てなさい。死んじゃうよっつって焚き火もつけっぱなしだからついてるよっつっていや多分あったかそうだから乗ってきたんや。何をするんですか？このピンクのやつの中にアヒージョの粉末みたいなの入ってんねんや。それとエビとホタルイカをちょうだい。あ、ごめん間違えた。タコとホタルイカ。どっかにあるやろうと思ってたけどね。すんごい量やけど。すんごい量やけど。寝るまでに消費しよう。これは多分ホタルイカの味とかいっぱい出ていい感じになりそう。綺麗。
その前なんかなかったっけ？そうか。もうずっとあります。昨日はだって宝塚記念でしたもん。G1 G1 シーズンなんや。シーズンで宝塚記念を最後にちょっと一回パタッと終わるんですよ。っていうか今ってなんか何が強い？昔はディープインパクトの時代とかあって、ディープインパクト。なんか強い馬いんの？でも今はダントツで強い馬がなくて、だからイクイノックスがいた時代とかの方がやっぱりなんか。イクイノックスを知らんねんけど。いた時代って言われて。いた時代イクイノックスを知らん。俺もうだってマジでディープインパクトで止まってるもん。俺なんかめっちゃ有名な馬とかっていうのは。イクイノックスは？イクイノックスは知らん。嘘。ちょっとあと有名なやつ言って。最近ヒーローになったのはやっぱイクイノックス、ディープインパクト、アーモンドアイとか。アーモンドアイ知らん。オグリキャップ。オグリキャップ。オグリキャップ。まあなんならオグリキャップディープインパクト世代や多分。でオルフェーブルとか。オルフェーブルは知ってる。そう知ってる。オルフェーブルは推しの馬なんです。あ、そうなんや。希少な荒い馬が大好きなんで。希少が荒いんや。騎手はやっぱり武豊さんとかが今もトップなの。武さんは騎手界のトップなんですよね、そもそも。だけど負けてます最近。あ、そうなんや。不調だからルメールとか。あ、ルメールっていう人知ってるな。ルメールさんがめちゃくちゃ強いんですよ。ルメールさんって言ってんの？安岡力也を力也さん的な感じで。いや言いますよ。ルメールさん。ルメールさん今日勝ったのみたいな。これカレーに使ったら美味しそうですね。確かに出汁出てる油やもんなこれ。テンパニングって聞いたことある。それ何なん？なんか油にホールスパイスの香りをつける作業みたいな。ベースの香りをつけるみたいな。ずっといる香り。その時に油を使うって。でこれが使えるってこと？ある使える。あ、じゃあちょうどシーフードのカレーやったけど。これ絶対美味しいと思う。野菜の中で野菜と結婚するならどれですか？キャベツ。答えるのが早いな。早い。なんでそんな即答できる野菜と結婚するなら誰の問いで。ある程度普段から結婚するならキャベツやねって思ってた人のスピードやんそれ。キャベツはなんで考えへんの？ほぼ僕お米の代わりにキャベツ千切りを食べたりする。いやモデルかお前。いや。キャベツ。じゃあずっと一緒にいられる存在ってことだ。そんなすぐ答え出るかね？揚げ物に必ずいるし、なんやったら米抜く時はキャベツにカレー作って食べるし。ダイエットの時ってこと？ダイエットっていうよりもヘルシーな生活をしようっていう時はほぼ米の代わりキャベツですね。じゃあ結構順応できる人がタイプってことですか？いろんなところにさっぱりさせてあげられるっていうか。いや野菜の話それ女性に置き換えたらまた別の話になって。じゃあそういうことですよ。そういうことやろ？結婚するってこと？結婚するなら女性キャベツみたいな。ずっと食べるっていうことで考えたってこと？そうです。違うで結婚やで。そうですよ、結婚ですよ。そうだね。しゃぶしゃぶ冷しゃぶとかでもそうですね。使えるし。ロールキャベツで包み込んであげることもできるしっていう女性がタイプってことか。確かにキャベツはいいな。芯が芯があるキャベツだけにみたいな。キャベツだけになんかやめてください。キャベツは割と古風な日本女性っぽいね。なんかそうですね。どんな色にも染まるし、自分が頑張るときは頑張るしみたいな。レタスに比べるとまだちょっとこう栄養もあるし。食物繊維も。味もちゃんとキャベツの味っていうのは。それ聞いたらキャベツええな。私サンチュがいいんですよ。男版です。サンチュです。サンチュなんて食べる焼肉かサムギョプサルしかないやん。そのサムギョプサルの時に包み込んでくれるし、なんで具になったらばの話やろそれサムです。サムに合ってんの？わかんない。ギョプサルに包み込んでくれるってこと。包み込まれるし。包容力ね。そう。しかもギョプサルとサムがキャベツと産地としてるわけ？サムが産地です。サム
とギョプサルはサムギョプサルの時にしか合わないじゃないですか。合わない。だからサムとギョプサルは個別に何してるか分かんないんですよね。だから自由な時間もあり、でもサムギョプサルになった瞬間にサムギョプサルのことだけで考えてるやんもうサムギョプサルにしかならへんという体でやってるやんあれもそれぐらいでいいんですよ。サンチュってぐらいでいいんですよなるほど。あサンチュってそんな目立ちたがり屋じゃないじゃないですか。まあなその感じもいいんですよね。サムギョプサルの時ぐらいしか出なくて俺はいいよみたいなあ、もうでその時は君を包み込むからねみたいなああ、なるほどね。俺トマトーなんでトマトトマトはスープのベースにもなれるしもうあらゆる料理のベースにもなるよ。でもそのフルーツトマト的にそのままいけるし。私だけであそのなんていうのある時はすごいベースでみんなで集まったりとかしてる時は私はもうベースとなってあーなんかこうみんなの気も使うよみたいな、はいはいでまたある時はふとした時にフルーツトマトみたいにこの人こんなに甘いんだとかこのあー顔が全然変わるみたいなあしかも包まれてますもんね。見せないからね、甘さを。包まれてる皮になんか爆発感あるじゃないですか。爆発感トマトって爆発するじゃないですか。噛んだ時にだけ。ああその薄皮にあ、でも弾けるのは好きなんですか？意外とそんなやつだったんや。たまにねたまにふとした時にすごい魅力的やんみたいなパンって時がある。別にいつもじゃなくて一瞬すごい魅力的やなっていう時があるとなんかあ、なるほどね。それ言われてみるとキャベツは何もないですね。だからキャベツはほんまに分かってるこの耐えてみたいな古風な人めっちゃ古風な感じだね。いやバター古風な人好きじゃないやん別に。そうですね。割と暴れ放題みたいな人が好きやん。そうですね。そうなんだ。違うやんじゃあキャベツ暴れ放題の方が魅力がある。でももしかしたら、好きになるのは暴れ放題で、例えばパートナーになる人はキャベツみたいな人なのかもしれない。あ好きになる人が全てじゃないじゃないですか。あ確かにな。キャベツかもしほんまはキャベツみたいな人を求めてんねんけどそう結局好きになる人はれない。暴れる確かになんなんやろ野菜で言うたらセロリとかセロリあ、くせ者ってことですね。派手な野菜派手野菜なんかエシャロットみたいなエシャロットみたいな人好きになるんじゃんなんかあ香りの強いなんか確かに確かにパクチーとかね。うんでパクチーちょっとあれか下北にいそうか。下北にいそうがちょっと生息地は別にどこでもいいやん。スパイスカレーが下北に多いからねでパクチーみたいな女性好きだな私は。友達になるならパクチーは女性やったら女友達多そうやななんか結構多そうですよね。パクチーに相談しそうやもんなそうでも嫌いな人も多いですよ。でも嫌いな人も好き嫌い分かれるけど、好きになったらもう一生ついてきますみそれたいな。その感じなまあでも大根とかも好きですけど、男性の大根ラガーマン的な感じ違いますよ。苦味が違いますよ大根。なんかこう苦味が土なんていうのこの泥臭い。割とこうガチッとしたあ、違いがたいのいいます違うの違います違うの大根はやっぱ煮れば煮るほど味が染みて美味しくなっていくじゃないですか。だから一緒にいればいるほどいいとこが見えてくるんですよ。友達からはなんかいやあの人と付き合うのみたいなそうなんかなんか地味じゃないみたいな感じやけど地味やけど違うのよと違うんです。一緒にいればいるほど何ですか、寝てる時私がバッて暴れて布団はだけてたらかけてくれるみたいな優しさを持ってそう。大根そんなんあんねや。やっぱ胃にも優しいしさ大根は野菜って結構深いと思う。野菜深いのはもう本当にみんな思ってるよ。みんな思ってんの野菜深いってみんな思ってんのだっていろんな野菜深いってみんな思ってんの野菜深いって結構みんな思ってる。野菜に例えたらフルーツはフルーツも種類あるしフルーツ知れてません？知れてるフルーツ知れて野菜よりは多くないんかもしれんけどあとフルーツはやっぱ単体で美味しすぎますよね。
だから浮気相手とかその恋愛だけを楽しむのはだからもうそのマンゴーとかさもうそら甘くてしょうがないたまに会うたら甘くてしょうがないねんけどもうでもそこにその人と付き合おうと思ったらもう甘いだけにいろんな人が集まってくるからそうですダメですモテ男ですマンゴーはだから彼氏の友達にいてほしくないタイプですねマンゴーとか彼氏の友達にいてほしい女性だとしたらマンゴーが誘惑されマンゴーが女性だとしたら誘惑しそうや田中みな実ちゃんみたいな感じだなもうその肌ピチピチでちょっとマンゴーと飯行ってくるわ別に何もないでって言ってもいやいやマンゴーやろとそうお前マンゴーと一緒に飯行って何もなく帰ってくれんのかとでもフルーツでもこのフルーツやったら彼氏の友達にいてもいいよっていうフルーツもあるんちゃう言いますねでもリンゴとかみかんとかはなんか甘いみかんも甘いけどあの甘さはその男友達みたいな女友達みたいになれる甘さみたいな感じかなでも逆にパイナップルも安心できます逆に何の逆結構甘くて酸っぱくて弾けてるイメージあるじゃないですかけどパイナップルって芯めっちゃ太いんですよだから多分私がそのパイナップルと仲良ければ絶対私のこと裏切らないと思いますパイナップルは芯があるから絶対裏切らないと思うだから湘南の女みたいな感じですどういう湘南の女にどういうイメージを友達のこと絶対裏切らないギャル友情みたいなギャル魂みたいなそう絶対裏切らないみたいなのはパイナップルパイナップルすっごいネイティブな感じの発音したけどチェリーはチェリーだって集団行動ですもんね2人でだったらもうさブドウとかなんかさみんな集団行動ブドウはめっちゃ集団行動ってことかブドウは本当に高校生みたいなそれこそツレション行こうみたいなで誰々ジャニーズのあの人好きって言ったらみんなが好きっていうそれがブドウかだから集まってきてるんですよブドウってそれでいくとパイナップルはやっぱりちょっとトゲもありますドンでそうか一旦トゲ出しといてでも中は甘いよ仲良くなったらいい人やよみたいなで芯もあるよみたいなだからパパさんはパイナップルとか結構好きなんじゃないですかパイナップルねそうね弾けて好きになればいいとは思うパイナップルのこと好きになったら俺はいいんやろうなって思うバターは結構マンゴーとかもう見事に甘みにやられてしまう人やからなもう一口目から甘でそのままもう甘いいくってなるんですねたまにこうドラゴンフルーツみたいな人好きになる人いるもんねなんか言いますね個性的やなみたいなドラゴンフルーツみたいな人ってすごいモテるけど独身貴族のイメージがありますユウさんとかユウさんドラゴンフルーツって感じそうドラゴンフルーツとしてすごい確立してるじゃないですかやっぱでそれで言ったら福井さんのマンゴータイプイメージはそうなんかもしれない昔はな自分的にはどうですかいや俺はなし大声自分的にはなしのイメージ割といや甘みもあるけど割と日本で昔からある甘すぎない割とオーソドックスな部分もあるよみたいなさなんかマンゴーとかさパパイヤみたいに新規で入ってきたもうド派手な甘さの人じゃないよっていう気持ちではいるよ一応基本だって名前漢字ですもんねホースみたいなそうそういう古風なところが実は古風のところはあるよっていう気持ちではいるけどそれは人からはちょっとどう見られてるかは自分は女性で例えば何やと思ってなんだろう昔は何やろうなあんずとかかも割とわかるな知ってはいるけど、そんなにしょっちゅう出会う感じでもないで割と人当たりもいい感じあんずって生で食べれないですよね確かに何かに入ってるあんずやもんな確かにねだそれがなんかでもこれ自分で言うのめっちゃ恥ずかしいですねそうやろすごい恥ずかしかったですよね自分で自分のことよく言うのは恥ずいけどすごい恥ずかしかったですよねでもちょっと正直になれるかもフルーツで言うとあんずはフィルターを通さないと食べないじゃないですかだから一人の時の私めっちゃこう暗いんですよ多分それを知ってるからなんか
あんず単体の自分には何なら自信はないけど、私を使う時はあんケーキに入れるとか和菓子に入れるとか何かに使ってくださいよ。そうすれば私ある程度仕事はしますよみたいな。ああ、なるほどね。周りに輝かせてもらう。もうありがとうございますって思いながら生きてる。そういうと女優っていう仕事はやっぱりさ、監督がいてカメラさん照明さんいてみたいな、みんなに輝かしてもらうみたいな。恥ずかしくなってきた。あんずって言っちゃった。自分恥ずかしい。バターさん役者やな。俺バターは何やろな、フルーツで言うたらそれみかんとかだからさ、それな、バターは自分のことをみかんと思ってるね。でも、なんかザクロとかやね。マジか。すごいオーソドックスな、ベタなオーソドックスな人やと思ってるやろ。違うね。つぶつぶの赤いつぶつぶの密集した。まあそのザクロみたいなエロさとかじゃないけど、なんか割と変わったフルーツやと思うで。確かに自分でもみかんと思ってるのは自分が割とスタンダードでしょ思ってるっていう。スタンダードではないと思う。ないと思う。まあ柿洋風アプリコットとか。なんでそんななんかおしゃれなやつ行きたがるんですか。和やな。和ですよね。和の変わったフルーツやな。和の変わったフルーツ。和じゃないけどもプルーンとかでいいんじゃない？でいいんじゃない？プルーンってレーズンとかレーズンでいいじゃん。なんかレーズンとかプルーンとかって分かりやすいフルーツじゃないじゃないですか。分かりやすいです。なんかプルーンってこういう味だよねってなんか説明できないっていうか。確かに。だからなんか多分見えないんですよ。確かに。そうからつかめないみたいな。そもそもプルーンって何なのみたいな。あれって何のよく聞くし、栄養はあるって聞くんだけどなんだろうみたいな。そうなんや。だからミステリアスで。つかめない。全然みかんじゃないで。そう。いやマジで。私も早速みかんじゃないなと思ってます。どこにでもある。全然みかんじゃない。でもブドウっぽいよね。ブドウ族っぽい。だからブドウみたいに割と一般的であってみんなと一緒に行動する側面もあんねんけど、でもちょっとでかいみたいな。めっちゃなんかちょっと変みたいな感じなんちゃう。なんかそのブドウの顔して並んでるけど、でかくて。いやお前自分ブドウと思ってそこにいるかもしれんけど、お前でかいでっていう。いや僕でかないですよっていう。いやでかいからお前っていう。よし。そもそもなんで始めたの？スパイスカレー。なんかその作品映画とかクランクインするとき、眠れなくなるんですよ。緊張しすぎて。だからとにかくいろんな野菜を刻めるものなんだってなったらキーマカレーだったんですよ。それでスパイスカレーハマって、そういうこと？そこからなんかその現場入る前とかは絶対にスパイスカレー作るっていう習慣になって。精神統一的なこと？そうです。眠れ。そうですか。ここで調節ね。はい。左回すと大きくなるから。はい。回すとちっちゃくなる。これかな。それ何？クミンシード。クミンね。そう。よく聞くやつや。で多い方が美味しい。でなんか辛いのと。もう早速。本当？めっちゃインドの香りしてきた。火消えてた。ごめんなさい。弱くしすぎた。そうやね、これ調節がな。普通のコンロと違ってちょっと。そのぐらいにしとこう。このぐらいでいいと思う。いい香り。なんかホタルイカの香りがめっちゃします。これはどれぐらいでいつも作ってしまう？これでも30分かかんない。そうなん。なんか自分が食べる分にはいいかと思って。でも本当はもうちょっと煮込んだ方が美味しいんですよ。で今これテンパリングです。要は油にニンニクの香りつけるみたいなことやな。そう。でこのぐらいで。テンパリングはこう弱火で焦げないように。弱火で。
それは？これはカルダモン。ああ、カルダモン。はい。中部の種シード。あ、カルダモンシード。はい、へえ。いい音。うん。この音がいいんですよ。確かに。これ一人ずつこうやって音聞いて飲んでる。確かにわかるよ。集中できるよね。あ、もういけるな。え？よし。ここで音が変わるんですよ。そしたらニンニクと生姜、飛ぶかも。があ、結構。でなんかキャンプで飴色の玉ねぎって作るのめっちゃむずいんですよ。だからこれ絶対買う。ああ、これめっちゃ便利。できてる飴色玉ねぎね。あ、でも、で、うまそう。ちょっと離そう。いいよ、そういう火をね、火の加減をちゃんとこ火の加減を。う離したりとかするのはいいよ。うわー、いいね。あ、これ鉄パンだ。こじらせパンだ。そう。私アルミパン。あ、アルミでやってんの？ですよ。うん。確かにね、こう火をすぐに強弱できるそう。フライパン内の火を。この間アルミパンで餃子焼いてえらいことになったの言いましたっけ？どうやったっけ？なんか花火みたいなのできたみたいな。皮全部くっついて。アアルミパンってそもそも多分パスタとか。そう、ひっつくからね。そう。でも確かにこういう温度調節を微妙にしながらやるのはすごいいいよね。スパイスカレーめっちゃいい感じにできるんですよね、アルミパン。確かに。あ、そういえばコーヒー豆も買ってきましあ、マジで？た。なんか好きな豆屋さんで、うん。徳井さんって確か酸味とかフルーティーな方が好きですよね。好き。で、バタさんは深い方が好きですよね。で、3種類買ってきたんで、でも簡単にできるやつ、こうカップにこうやるやつ。ああ、そうなんや。どうやって作んねや。で、一回味なじませて。めちゃくちゃ本格的な香りしてんな。めっちゃいい香りしますよね。ここでクローブ開かない。オッケー。開けてください。出せろ。はい。ありがとうございます。クローブ入れます。クローブ。匂い嗅いでみてください。結構癖の。ああ、はいはいはい。癖系の香りです。薬系の香りやね。そうです。で、トマトトマトいく。入れます。ああ、うまい。キッチンドランカーよくやってるんです。キッチンドランカー楽しいよね。楽しい。でもどんどん味濃くなっていく。わかるよ。これしばらく煮る？ちょっと煮ます。しばらく。じゃあちょっと米をいってこう。お水を入れていきます。はい。どんぐらいかな。これもう本当に一切味見をせずに。もう感覚でいってますね、この人は。これとろみを何でつけてるんですか？とろみをつけない。とろみつけません。ついてくれ。ついてくれ。ついてくれってつく理由は何？ないのよ、あれ。でもインドの本場のカレーは別にとろみないのよ。結構シャビシャビです。そう。バターチキンカレーとかバターチキンはあれめっちゃとろどこじゃないですか。
めっちゃにドロドロかな、うんその多分もしかしたら具がいっぱい溶け込んでてのドロドロかもしれない、それは。多分そうなんかすごいめちゃくちゃ細かい野菜でドロドロしてる。ああ、なるほど。あ、めっちゃいい香りする。ここまでもうめっちゃいい香りする。うまそうやな。よし、もうこの辺でシーフードちゃんたち入れます。あ、そっか、ここからシーフード入んねや。味はいつ見るの？最後、もう最終的な感じの時に帳尻合わせるみたいな。ホタテ。うわ、イカも食べれますか？うん。これ全部いっちゃっていい？多すぎ？多いっちゃでも多少縮むから、まあいっちゃっていいじゃない、残ってもしゃあないでも残ってもしゃあないのあれがいつもよくなることなんだけど、まあまあええや。そう、ちゃいちゃい残ってもしゃあないから行くとせやな、そのぐらいしとこう一旦。信じられない量うん、そうやな。 1週間前までギャラクシーだったんですよ。あ、そうなんや。 iPhone に変えて。あ、何あれ何あれカエル？リス？でかカエル？だでかガエルやん。でか。でか。でか。牛ガエルみたいな。それを撮る2人が面白すぎる。めっちゃいっぱい持ってきました。それは何だ。これはクミン、あ、追いクミンすんの。追いクミンでこれ辛いやつ。これカルダモン。そっか。これシナモン。黄色はどれでついてるの？そう、シナモンでついてる。黄色はすごいな。黄色はどこだ？あった。黄色、これターメリック。ターメリック。ターメリックね。ターメリックね。カレーといえばターメリックや。コリアンダー。コリアンダー。パクチー。これがジンジャーで生姜、はいはいはい。ガラムマサラ。あ、全部聞いたことある。一応ガラムマサラはメイン級じゃないんや。メインね。メインやんな。MC です。MC ね。上田さんね。上田さんで、徳井さんはやっぱコリアンダーかな。コリアンダーなんや。役割は？ちょっと何ですか、突拍子もないことを言う癖系の。ちょっと癖があります。ちょっと匂い嗅いで。コリアンダーやもんな。あ、でもなんていうの？山椒の匂い。あ、そう、パクチーとかそっち。パクチーです。てコリアンダかコリアンダー。山椒の匂いあ、か。そうか。コリアンダーが英語でパクチーか。うん。違う。パクチーが英語でコリアンダー。よっしゃ。スパイス投入していきます。はい。じゃあガラムマサラから。これはみんなそっかな。このぐらいか。ガラムマサラいってクミン。クミン。このぐらい。いや、もうちょっと。クミン結構いくね。クミン好きで、カルダモン。あ、めっちゃ入れる。生姜。生姜。あ、シナモン。あ、シナモン。シナモンも入んのか。生姜ちょっとで、徳井さんちょっと。
コリアンダー。でターメリック、色付け。ターメリックは別に味はそんなないの？あんまないです。なんか黄色いご飯あるじゃないですか、インドの。ああ、ターメリックライス、ね。あれの味。確かにあれそんな別に味ないもんな。そう。いけ。確かにこれは落ち着くわ。いけいけ。そう。確かになってきた。これが楽しい。じゃあ米を炊こ出た。米。飛んだ飛んだ飛んだ。味見したいなと思ったら飛んできた。もうこれはあと煮込んで味見するだけです。あれ気楽亭で働いてた話ってしました。気楽亭は欧風です。つぼカレー。あれ何から作ってはるの？そこわかんない。は。あ、出来上がったものしか混ぜたことない。麻婆カリー聞いたことありますよ。麻婆カリーってなんか聞いたことあるな。何だっけ？大阪にあってめっちゃ美味しい。麻婆豆腐とカレーを混ぜたカレーなんですけど、で東京に1店舗だけ。麻婆豆腐とってことは鷹の爪唐辛子的な辛さも入っているよ。はい。多分徳井さんあんまり得意じゃないかもっていうぐらい辛い。ああ辛いんかめっちゃ。でもねすっごい美味しかったです。ああそう。はい。具はも麻婆豆腐なんですか？具は麻婆豆腐入ってる。であんみたいなところがカレーってことですか？そう。だいぶうまそうやな。そう。ちょっと味にしよう。うまい。あ、うまい。それは楽しみや。美味しそう。もうちょっとそう。癖系。何が足らんかとか分かるんや。わかりますね。すごいね。癖足したい。最後中濃ソース。そっから中濃ソースを入れんのか。そうなんです。暴れてるスパイスをまとめてあげる。どれぐらいかな。これぐらい？よし。オッケー。いい感じで炊けてる。感じ。めちゃくちゃいい感じでできてるわ。すごい。真っ白。綺麗。めちゃくちゃうまそう。うまそう。はい、一旦それで大丈夫。いいですね。やばいやばいやばい。めちゃくちゃいい香りしてるマジで。怖い怖い怖い。ちょっと待って。いい香り緊してる。張する。めちゃくちゃうまい。うわうまっ。美味しい。うまい。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。よかった。めちゃくちゃうまいねんけど。よかった。めちゃくちゃうまい。いただきます。本当ですか？気使ってないですか？めちゃくちゃうまい。美味しい。美味しい。めちゃくちゃうまい。めっちゃ美味しい。癖の強いスパイスがでもそんなそこまで癖強くないし。ちょいちょいこうクミンだかなんだかのシードが歯応えになるね。なんだっけ、クローブが結構噛むと歯応えがある。
これはちょっと店のカレーやなこれ。うん。うまっ。やったうまい。めっちゃうまい。辛さもちょうどいいですね。うん、ちょうどいい。すべてがちょうどいい。うん。うまい。うん。うんうんうん。うまっ。うまい。すごい。うん、なんかほんまに一個一個のスパイスも感じるな。よかった。あ、これ、あ、そっか、まあいろんな嬉しい。チキン、おかわりチキンとかいろんな味もできるもんね。うん。うまっ。いやマジでうまいこれ。マジでうまい。よかった。フルーツとか野菜の話してるとき、もう半分ぐらいスパイスのこと考えて。でもすごい甘みもあってうん。ね。玉ねぎ焦がし玉ねぎも効いてるし、ちゃんとそれぞれの役割がなんか分かるな。混ざり合ってはいるけども。でもなんかオイルにホタルイカのアヒージョ使ったじゃないですか。うんあの塩分も良かった。うん旨味がすごい。これはめっちゃうまい。よかった。他にこれもいけますっていうのはあるの？唐揚げめっちゃ得意です。若干竜田っぽくなってるの好きなんですよ。なんか衣が、あれが得意です。衣しっかめやってな。そうです。唐揚げもいいな。唐揚げも好きやな。じゃあ今度は唐揚げとビールの回やな。あいいわ。揚げたてでビールいくみたいな。ー、わー。マジで迷ったほんまに。やったー。ごちそうさまあでしたりがとうございます。食べてもらえて嬉しい。これって大型メイク多分牽引とかがいると思う。キャンピングカー暮らしはいますか？周りの人に。知らん。暮らしは知らんな。でもリモートワークで大丈夫な人はいいんじゃん。確かに。バターとかの仕事は全然書けるやん。ここでね、別にお前めっちゃできる。キャンピングカー暮らししたら。ああ。めっちゃくせ者と、酸味があるやつ。上限3400ってことは、マックス3400で、それ必要なかったら200とかで勝手に取ってくれる。そう。ほんまは ISO200 とかでも取れるけど、そうすると絞り全開にしてシャッタースピードを遅くせなあかんから、そうはしたくないよね。じゃあシャッタースピードもうちょい上げましょう。絞りももうちょっと絞りましょう。その代わり ISO を上げますっていう判断じゃん。ああ、なるほど。スイーツみたいな。このまま結構独特で面白いんですよ。そうなんや。見たいな。あ、でもくるみだれやから甘いからか。こんにちは。3人です。電話しました。ありがとうございます。はい、急ぎました。うわ、めっちゃうまそうや。ほんまや。ロケとかでは
使えそうですね。確かに。はい、すいません。はい。こんな感じで見せてくれますよ。そうなん旬野菜がね、パーツを大きく切って生からじっくり揚げてある。めちゃくちゃうまそう。いいですよ。こっちは舞茸。こっちは舞茸。もうこの方角に工場があって、毎朝いいのはね、天ぷらに揚げると外はカリカリしてるけど、中とってもジューシー。めちゃくちゃうまそうね。香りもすごい。このミニ天丼はこれが全て入るんだよ。ミニ天丼？そう。だからこぼれてる。じゃあ俺ミニ天丼とくるみで一番よくて。一番いい。じゃあくるみのタレがダントツなんですよ。そうなんや。くるみのミニ天丼ですね。はい。はい、ミニ天丼のくるみ。はい、どうぞ。とろろミニ天丼。のはいはい。とミニ天丼のとろろ。皆さんお蕎麦ですよね。はい取っときましたから。ありがとうございます。やった。それと、あとそのミニ天丼とくるみをもう全一員つ。ミニ天丼食べたくなっちゃう。じゃあミニ天丼くるみがお二つですね。はい。それとおすすめしたいものがあるんだけど、はい。秩父の B 級グルメってご存知？知らないです。味噌ポテト。いやちょっと俺気になっててな。このなんなんや店独特なんですよ。生から新じゃがを輪切りにして6倍も入って600円。ぜひ食べてみて。あ、じゃあこれもじゃあ。みんなめちゃうまいって言うの。私お客様にめちゃうまいっていうことがこんなおばあちゃんだけど使って食べてみたい。一皿でちょうど2枚ずつ食べられるかはいはらい十分じゃないですか。じゃあ確認いたします。ミニ天丼のくるみそばがお二つ、ミニ天丼のとろろそばがお一つ、めちゃうまい味噌ポテト。はい。お願いします。お願いします。お待ちしてた甲斐がありました。急いだ甲斐がありました。お待ちください。プレゼンめっちゃうまかったな。エンタメなんですよ。くるみそばになります。はい。すごいうまそう。めちゃくちゃうまそう。細さがいろんなのがあるのでめっちゃいいですよ。そっか手打ちやからか。はい。会計まとめておいしいです。はい。うまそう。いいですね。めちゃくちゃうまそう。マジそう。これすごい。やってみよう。かぼちゃもめっちゃでかい。うまっ。うまっ。めちゃくちゃうまい。うまい。めちゃくちゃうまい。そばもうまっ。かぼちゃもうまっ。異様に甘いですよね。野菜一個一個がええやつなんやろな。
ところのお蕎麦って美味しいです。うんうん。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。これで味噌ポテトがついてまためちゃうまいんだ。これはうまいわ。秋2年前来たんです。そっちの席で。あ、そうですか。その後一緒にコラボされてました。じゃあそれ前やったんですね。それ塗り広げて食べると塗り広げて。塗り広げる。クッキーみたいなお菓子みたいな。そのまま食べると野菜の天ぷらに味噌がかかってるだけの味噌ポテト。普通の秩父の味噌ポテトとは違いますので。普通の味噌ポテトはふかした丸いじゃがいもを4分の1にカットしてふかして、それから天ぷらで揚げてやるんですけど、でも私の知る限りではその天ぷらじゃなくてパン粉をつけて揚げたのを私一番最初に食べました。ああ、そうなんですね。これがすごい美味しいんですよ。これを塗り広げる。うん。どうですおいしい。か？初めて食った味噌ポテト。味噌だれの。味噌だれですか？うん。トロトロ。うん。トロトロ。は天ぷらまでサックサクやん。い。ね、こんなタレかかってるのにそのどっか行ったらカメラマン。